こんにちは、ずんだもんなのだ。今日は世界で一番小さな独立国家、バチカン市国に関するニュースをお届けするのだ。ローマの中にあるこの国は、カトリック教会の中心であり、教皇様がお住まいになっている場所としても有名なのだ。今回は、全部で3つのニュースを紹介するのだけど、ずんだもんの一押しは2つ目のニュースなのだ。オーストラリア教皇使節団、シドニーの攻撃を非難、という、とても重くて大事な内容なのだ。2025年12月14日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチで、ユダヤ教のハヌカの祝いの場が襲撃され、たくさんの尊い命が奪われてしまったのだ。この事件は、イスラム国に触発されたテロ攻撃とされ、犠牲者にはラビやホロコースト生存者、そして10歳の少女も含まれているのだ。こうした中で、カトリック宣教団体、カトリック、ミッション、とオーストラリア司教団は、反ユダヤ主義に根ざしたこの暴力を強く非難しているのだ。そして、すべてのオーストラリアの人たちに向けて、憎しみと暴力を拒み、平和と対話、そして相互理解に献身するよう呼びかけているのだ。バチカン市国から発せられるメッセージを通して、僕たち一人一人が、今何を考え、どう行動するかが問われているのだ。それでは、この後詳しく見ていくのだ。バチカン市国はイタリア、ローマに囲まれた世界最小の独立国で、首都もバチカン市国なのだ。1929年のラテラノ条約で独立した教皇を元首とする教会国家なのだ。人口は約800人で観光と宗教活動、博物館が主要産業なのだ。近年は教皇フランシスコによる財務改革や透明性向上、観光回復が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。ローマ教皇、シドニー襲撃の被害者のために祈る、反ユダヤ主義の暴力はもうたくさんだ、という記事なのだ。ローマのバチカンで、教皇レオ14世が、今年のサンピエトロ広場のクリスマスツリーと馬小屋を寄贈した人たちと会見したのだ。教皇は、これらは平和と希望の印だと語り、戦争や暴力に苦しむ人々、特にシドニーのユダヤ人共同体へのテロ攻撃の被害者のために祈ろうと呼びかけ、反ユダヤ的な暴力はもうたくさんなのだ。憎しみを心から取り除こう、と訴えたのだ。また、南イタリアの馬小屋は神が小さな子供として人に近づく謙遜の神秘を示し、ボルツァーノの25メートルのモミの木は冬でも消えない命と希望の象徴だと説明したのだ。さらに、コスタリカから送られた馬小屋には、中絶から守られた2万8000の命を表すリボンが飾られており、受精の瞬間から命を守るよう訴えたのだ。最後に教皇は、幼子イエスの優しさが私たちの人生を照らし、神の愛が常緑樹の枝のようにいつも生き生きと心に残るよう願ったのだ。二つ目のニュースなのだ。オーストラリア教皇使節団、シドニーの攻撃を非難、という記事なのだ。2025年12月14日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチで、ユダヤ教のハヌカの祝いの場が、不死2人の男に襲撃され、15人が死亡、25人が負傷したのだ。政府はこの事件を、イスラム国に触発されたテロ攻撃、と発表したのだ。犠牲者にはラビやホロコースト生存者、10歳の少女も含まれているのだ。カトリック宣教団体、カトリック、ミッション、とオーストラリア司教団は、反ユダヤ主義に根ざしたこの暴力を強く非難し、すべてのオーストラリア人に憎しみと暴力を拒み、平和と対話、相互理解に献身するよう呼びかけているのだ。三つ目のニュースなのだ。教皇レオ、オーストラリアでの襲撃に深い悲しみを表明、という記事なのだ。2025年12月14日、オーストラリアのシドニー、ボンダイビーチで、ハヌカーを祝って集まっていたユダヤ人コミュニティが銃撃され、16人が死亡したのだ。この知らせを受けて、ローマ教皇レオ14世は、国務長官カロリン枢機卿命でシドニー大司教アンソニー・フィッシャー宛てに電報を送り、
深い悲しみを表明したのだ。教皇はこの無意味な暴力の被害者と遺族への霊的な連帯と祈りを約束し、負傷者の回復と暴力に傾く人々の改心と平和への道を願ったのだ。さらに亡くなった人々を神に委ね、すべてのオーストラリア国民の上に平和と力の祝福を祈り求めたのだ。スンダモン、シドニーの襲撃で亡くなった方々に深い哀悼なのだ。憎悪はもうたくさん。命を大事にし平和と対話を祈るなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。